俺はある時から同じ夢ばかりをずっと見てる。このちゃんちゃこはですね、もう奥さんももっと前に亡くしてるんですね。で、妻の形見が家にあるんですけど、もう見ると辛くなるから、妻の形見も何かでね、覆いかぶせて隠してるっていうですね、人なんですよ。ある時から妻の夢を見なくなった。他の大きな魚を釣るとか、もっと偉い漁師になるとか、そんな夢も見ない。ある時から一緒の夢だ。砂浜が広がってる。さあ、そこに大きな立派なライオンがいるんだ。猫のように戯れるライオンだよ。そのライオンを俺はうっとり見てるんだ。その中で俺は少年なんだ。少年の俺が大きなライオンが戯れてるのをうっとりと見ている。ライオンの夢、そればかり俺は見るんだ。ライオンがバーいるんですね。そのライオン見てる時にですね、バクンなるんですね。うお、来た。相手が右手が離れて左手、うわー、目覚めた。あいつがつかの間の眠りが覚めた。俺はもう一度こいつと戦うことになった。日が明けようとしている。何時間寝てたのかわからない。もう一度メカジキが暴れ始めた。そしてメカジキが水面にぐわーっと上がってきたんだ。ブワー、初めてその姿が明らかになるんですね。うわー、何、銀色と紫の模様。なんだこの魚は。ブワー、メカジキだ。巨大なメカジキだ。どれくらい大きい。船よりでけえ。船の長さは全体でだいたい5メートル。このメカジキは 5.5 メートルのメカジキです。5.5 メートル、想像してみてください。もう化け物です。もう大王以下ですかというですね、化け物みたいな、船よりもでかいということが何を示すか分かりますか？もう森でついても乗せれないんです。それぐらいの化け物なんですね。こいつは化け物だ。バー、そこからですね、もう腕がちぎれそうだ。もう腕がちぎれそうだ。しかしここから俺はまた2時間粘った。すごいです。時系列の経過が半端ない。そしてですね、少しずつ弱っているのを感じたんだ。ぐわー、船の周りを回るようになっていた。そしてその円が少しずつ狭くなっていた。経験からわかる。このメカジキはもうすぐ仕留めることができる。私は森を持った。そしてその円が最大に小さくなった時に、私はその森を振り落とした。ボン、ドン、刺さるんですね。ドン、刺さった。それを私はもう一度深く刺した。ズン、そしてそのメカジキはゆっくりと死んでいった。誇り高きメカジキよ。これが一匹あれば、おそらく一人の男が1年間食べるに困らないであろう身をくれるメカジキよ。しかし果たしてこのメカジキを食うに値する人間などあの港にいるだろうか。いや、いないな。きっとこいつの方がはるかに誇り高く崇高だ。それが俺は森を指してはっきりとわかる。しかし俺は勝利した。そしてですね、釣ったメカジキをですね、あげることができないから、尻尾と頭をですね、網でぐるぐる巻きに船に結びつけるんですね。だからもう船 with メカジキというこの状態になります。そして俺は帰ろうとした。しかしそこからが本当の地獄の始まりだったんだ。こうですね。分かっていますでしょうか？普通釣った魚はですね、船に上に乗せます。そしてその後ビチビチ跳ねるやつをですね、棍棒で一叩き二叩きしてバーンと息絶えさせてから、それをですね、処理してですね、下処理して、持って帰る港に。それができるんですが、これですね、結びつけてる上に森で刺した血がずっと流れ続けている。そう、その血を追ってあいつらがやってくるのは時間の問題だったんだ。ドン、サメ襲撃。来ました。サメ襲撃。はい、来ましたね。血がですね、バー流れていく中でですね、まずは2匹のサメがやってくるんですね。殺し屋のように。さあ、子さんやってきやがったな。俺は森を持った。そして1匹のサメがまずはそのメカジキの一番美味しい部分にガブリと食らいついた。それを見て俺は
その森をそのサメに突き刺してやったんだ。ドーングワー言いながらですね、そこぐったりと離れていく。そうすると2匹目が来る。2匹目にもすかさず森をドーン突き刺してやった。そう危ないところだった。全部奪われるん済んだ。サメはうわー刺されてぐったりと海底へ沈んでいく。しかしよく見て私は声を上げた。うわーあの立派なメカジキの体の4分の1ほどがバックリとえぐられちまってるじゃねえか。なんてもったいない。しかも一番うまくて高く売れるところだ。そこをヤックさんガブリと言って取っていきやがった。あの野郎、俺が森を刺しても俺を睨みつけて、それを飲み込みながら海に沈んでいった。やるじゃねえか、サメの野郎。しかし問題はそこじゃない。4分の1ほどえぐられたそのメカジキからは、もっと大量の血が流れ出してたってことだ。俺はここから悪名高き殺し屋と戦うことになった。そこから俺はもう一度サメが攻めてきた時に森で突き刺してやった。するとそのサメが大暴れしたことによって森を持ってかれたんだ。森がねえ俺。どうする？まだやれることがある。マグロをさばいた包丁を漕いでるオールの先端にギチギチにくぐりつけて、それを槍の代わりにして俺を待ってた。するとまたコンビのサメがやってきた。そして俺はやった。一匹のサメをもう一度森でつけ、そして二匹目がもう一度ガブリとメカジキに食らいついたところを一発だ。そしてサメがその槍ごと持ってっちまった。しかもガブリと食いつくときにその身を飲み込みながらだ。あの野郎やってくれるじゃねえか。サメの身はもうメカジキの身はもう半分になってる。そして大量の血がまた流れ出して、俺は何も武器を持っていなかった。そして夜が来た。真っ暗闇の中、私は奴らが来るのを感じた。ゆらりと目の輝きが1匹2匹3匹、いやそうサメの大群だった。俺はもう武器がない、包丁がない、そして森もない。だが思った。まだやれることがある。魚をバーン締めるときに使うこの小さな棍棒。俺はこいつでサメの大群を全員ぶっ殺してやるって、そう決めたんだ。真っ暗闇さ。ガボー掴まれた。メカジキが完全に食らわれてる。何匹だ？ 1 匹か2匹か、いやそれ以上だ。そいつらの頭を俺はめくらめっぽうに振り回す。もちろん空振りさ。空振りに次ぐ空振り。そこからボーン頭をやるが痛いね。硬いんだ。俺の手が震える。それでもなんてか打ちつけて当たれば当たるで、当たらなきゃ当たらないでやってやるんだ。そうやってるうちに暗闇からガブバーンわー棍棒が持ってかれたんだよ。棍棒に食らいついて飛び跳ねるっていうサメが現れて、俺はもう丸腰になった。やってやろうじゃねえか、俺は言った。そして海の最後尾に行き、舵を操作するバーを持ち上げて、こんなのは後で交換のパーツが何とでもなる。舵を操作するバーを持ち上げて、そのバーでもう一度ぶったたいてやったんだよ。そしたらそのバーが折れたね。サメの皮が勝てんだ。バキーン折れたらさ、その折れ先が鋭えじゃないか、いいじゃねえか。それでぶっ刺してやったんだよ。そして朝が来た。メカジキにはもう何の身も残ってなかった。向こうにハバナの港が見えてきた。ザーン。そして俺は骨だけになったメカジキを船にくくりつけて戻ってきた男となり、その船の方を抜いて家まで戻さなきゃいけない。それを帆を背負いながら、こうやって何も得られなかった自分を家へと戻し、家で新聞紙の上でぶっ倒れたんだ。バーン。気管、骨、そしてマノーリンが泣きながら来るんですね。サンチャゴ大丈夫かよ。持ってきたよ。コーヒーと角砂糖持ってきたよ。なんか甘いもん欲しいかなと思って持ってきたよ。サンチャゴ。マノーリンか。無事だったんだね。
負けたよ。負けてないよ。サンチャゴは負けてないよ。船を見てきたんだよ。今もう村中でみんなが見てる。ものすごい大きいメカジキだろ。勝ったんじゃないか。サンチャゴは勝ってんじゃないか。お前がいなくて寂しかったよ。そうだろう。だから言ったじゃないか、サンチャゴ。俺と一緒に行こうよ。俺とまた一緒に漁に行こうよ。ダメだ。わかるだろう。俺には全く運がない。サンチャゴ、運なら俺が持っていくから。運は俺が持っていくから。俺はまだまだ学びたいことがあるんだ。サンチャゴいいね。必ず次の漁は俺と行くんだ。まだ学びたいことがある。サンチャゴ、運なら俺が持っていくから。食べるものを今から持ってくる。もう寝てて。そう言ってマノーリンが駆け出した。そしてサンチャゴはまた再び深い眠りに落ちた。その時ライオンの夢を見ていた。以上でございます。さあ、これが老人と海なんですね。いかがでしたでしょうかね。これあらすじを淡白に伝えると、おじいさんが漁に行ったけれど何も釣れずに帰ってきた、そういうお話になるんですが、そうではないという味わいが少し伝わったんじゃないでしょうか。一体このお話、なぜグッと胸を打つのか、ここなんですよね。それを語るために、まずその作者ヘミングウェイ、この人も非常に個性的な人です。このヘミングウェイの生きた歴史をですね、少しかいつまさせていただきたい。ヘミングウェイが生まれたのは1899年、つまり20世紀の始まりだったんですね。1900年代を20世紀と言いますから、1899年に生まれ、20世紀と共に生きた男。そう、そして20世紀とは何の時代だ？戦争の時代なんですね。1914年、第一次世界大戦。そして、1945年あたり。ね、第二次世界大戦が終わるわけですから、1940年代は第二次、1910年代は第一次。もう完全にですね、世界大戦を2度経験した世紀、それが20世紀なんですよね。そしてヘミングウェイももちろんその2つの世界大戦を経験することになります。はい。この第一次世界大戦の時はですね、赤十字として、兵士の治療に、戦場に行くんですが、その兵士を治療しようとして自分も命を失うかというぐらいな重傷を負います。そこから体を取り戻してですね、そこからもですね、新聞記者として戦場に行く。その記者の傍ら、連載で作家を始めて小説がヒットしていくというタイプの人なんですね。幼少の頃はですね、お母さんからですね、本当は娘が欲しかったと言って子供の頃女の子の服を着させられていた男の子だったらしいんですね。その反動からかは分かりませんが、物心ついてからは非常に男子っぽい趣味ね、フィッシング、ハンティング、そしてボクシングです。その3つにハマったそうなんですね。釣りをして狩りをしてね、釣りをして狩りをしてボクシングをするというですね、非常に男らしい趣味にはまりました。マッチョでした。その上で戦場に行くことも厭わない行動力がありました。非常にマッチョで男らしくてかっこいいんですね。はい。そういう作家ヘミングウェイです。荒々しいハードボイルドと言われるのはその作者の構成でもあるんですね。はい。そんな中、この戦争を経験したということをベースにですね、小説を書くんですね。有名なのが武器をさらば。これもね、有名なフレーズ、タイトルですよね。読んだことはないけど、タイトルは聞いたことあるという人います、いると思います。武器をさらば、これどういう話かというと、アメリカ人だけれどもイタリア軍にですね、従軍すると。ところがイタリア軍は理想のイタリア軍ではなく、現実は違った。戦争は激しくてひどいもんだった。そんな中、イタリアで出会った女性と恋に落ちて、軍を辞め、武器をさらばして、スイスに逃げる。しかし、そのスイスで、恋人がですね、自分の子供を妊娠するんですが、その妊娠の出産がうまくいかずにですね、なんと子供と共にですね、その恋人も死んでしまうという話なんですよ。
武器をさらばして、その上で戦争も理想も捨ててですね、恋人と逃げるんですが、逃げおせた先で恋人も失ってしまい、降りしきる雨の中、男は一人立ち尽くしているというお話。それが武器をさらばです。簡単に言うとね。そして他がために金はなる。これもなんか非常に文学っぽいフレーズで、いろんなパロディがね、多分ここから生まれてるんだと思います。武器をさらばとか、他がために金はなるというのはですね、歌のタイトルとかドラマのタイトルとかでパロディされたりしてるとは、思います。その他がために金はなる。これもですね、やっぱり戦争の話なんですね。ファシズムね。ファシズム適当。だから第二次世界大戦ね、この辺りで書かれてます。1940年代の小説です、これは。武器をさらばが1920年代で、これはその第一次世界大戦をベースに書いてますね。で、第二次世界大戦をベースに書いたこの他がために金はなるはですね、向こうがファシズムのね、国だと。で、作戦のために橋を爆破して落とすという危険な作戦を仰せつかるんですね。そして命がけでその作戦を遂行するぞということになったその当日、ね、敵の作戦が変更されたことで、本部からですね、橋を落とさなくてももういいという伝達が来るのですが、連絡ミスでそれが部隊に行き渡らずですね、橋をどうしても爆破しなきゃいけない流れになってしまいます。危険な作戦をもうやらなくていい。無意味なにもに関わらず危険な作戦を結果遂行し、その爆破から、仲間を守るためにですね、自らが命を落とすという話なんですね。この二つを見て、老人と海を見て皆さん、分かったことがあるかもしれません。それはこの三つに共通しているのが、壮大に戦った挙句何も得られなかった主人公というのを描いてるんですね。つまり老人と海もう戦いに戦ったけど何も持たずに帰ってくるわけですよね。この武器をさらばあんだけ苦労して恋人と逃げて恋人が死んでしまう。そして他がために金はなる。あんだけ入念に準備した作戦が全く意味のないものに関わらず遂行しなきゃいけなくてしかも死ぬ。この3つはですね、全くハッピーエンドじゃないわけですよ。ね。大きな格闘の後に何もなかったという結果が残る。しかし男に悔いはないという、そこにですね、男のこの格闘の戦いの中に生きているというロマンチシズム、ニヒリズム、ナルシズムというのが描かれているというのがこのヘミングウェイの特徴なんですね。で、この2つの作品もちろんヒットしたんですが、決定づけたのがこの老人と海なんですよ。これなぜか。ね。ここからは僕の考察です。なぜかというと、決定的に戦ったけど何も得られなかったのが何のせいかっていうことの違いがあると思うんですね。それは、この2つは戦争のせいですよね。最も大きな戦争というテーマの中で、戦っても結局得るものなんてないじゃないかというのがテーマとしてある。しかしこれは老人老いなんですよ。より普遍的なんですね。戦争というのはその渦中の中で描かれるので、その時代を共有している人には伝わるものがあるんですけれども、この老人というのはその戦争に行かなかった人たちとか、男性だけじゃなく女性に関しても、伝わる普遍的な老いが描かれているわけなんですよ。老いによって自分が変化して、その結果かつては釣れたかもしれない魚が釣れなかった。こういう変化があるわけなんですね。そして、このノーベル文学賞を取った時には50代だったんですが、ここまではですね、活動的で行動的で、そして、この老いというものに対しても目は死んでない。そういう描き方をしてたヘミングウェイ。ですが、この受賞後ですね、なんと、ものすごい風に見られます。それが航空事故です。飛行機の事故なんですよ。飛行機の事故によって、ものすごい重症になります。それのせいでノーベル文学賞の授賞式に行けないというですね、とんでもない波が来ます。しかもその航空事故が2度連続で起きるんです。航空事故が起きた。よし、これを運ばなきゃまた事故が起きるというとんでもない出来事になります。そのせいでですね、あれだけ自慢の肉体がダメになってしまうんですね。動かなくなってしまう。あれだけ鍛え上げて、あれだけアクティブだった男、ヘミングウェイが事故によって絶賛の嵐の中、そのアクティブさを失ってしまうことでどうなったか。精神を病んでしまったんですね。躁うつ病になってしまうんです。そして最終的には自分の老いた体を眺めた後に、かつてハンティングで使っていた猟銃を自らに向けて引き金を引いた。ドーン！自殺してしまうという生き方だったんですね。ここまで踏まえてですね、一体ヘミングウェイがこの老人に何を投影してたのか。ここがものすごく僕は意味があると思うんですよ。
この老人、僕が読んだ時ですね、思いました。ヘミングウェイだと。ね。ヘミングウェイもあの不器用さらばの頃より全然老いてるわけです。マッチョで小説もヒットしてものすごいアクティブだったヘミングウェイがだんだんと老いてきた。しかし目は死んでないぞ。老人に自分を重ねて書くわけですね。もちろん自分のことを慕ってくれてる人、ね、ファンとか弟子もいるでしょう。しかしそういった人よりも今は結果を出せていないという自分、そこをものすごく鼓舞するように書き、結果としてシビアな何も得られなかったとしてもライオンの夢を見た。それでもまだ強さの象徴ですね。ライオンは男の子大好きです。ね、もう男の子の好きなもう動物ナンバーワンがライオンですよ。ね、ライオンの夢を見る。気持ちがわかる。無性に強さへの憧れですね。それだけを夢に見る。だから最後の最後まで強さへの憧れを一切捨てていない老人を描いてるんです。だから死んだんだと僕思ったんですよ。ここでもう復帰できないほどに自分の体が動かなくなってしまった。それでまだライオンの夢を見ていた時、そのギャップで僕はヘミングウェイは自分の美学の中で言うと命を絶つしかないという選択肢をしたのかなって僕は思うんですね。なぜか戦いの時代に行き過ぎたんだと思うんですね。第一次世界大戦を見て戦う、生き残る、それだけを見た。第二次世界大戦を見て戦う、生き残る、それだけを見た。戦って生き残る、それだけが価値になっている。得るものがなくても鍛えて戦って生き残る、それが男なんだという美学の中に準じていったんですね。で、僕は思うんですよ。ライオンの夢よりもマノーリンの優しさに気づいていたらって僕思いました。だってマノーリン言うわけですよ。僕と連れに行こうって。ね。僕が運は持っていくから。その時に、ああ乗ろう。これ言わないんですよ。実はこの小説の中で行くからって言って、まだ返事しないんですね。僕もしね、このサンチャゴがマノーリンにおいては子に従えという姿勢で自分の弱さを受け入れて、その上で弟子に世話になるということを受け入れることができていたのであれば、自分で銃を引かずに済んだのかなと僕は受け止めました。そういうですね、老いとか生きるっていうことに対していろんな受け止め方をする人がいるんですよ。僕みたいな受け止め方が全てじゃないです。マノーリンの意見は違う。サンチャゴのように生きて、ヘミングのように死ぬのが一番かっこいいっていう人もいます。なのでここはすごく問題提起としてこの老人の海すごく光ってるんだと思ったんですね。だからこそノーベル文学賞僕は取ったんだと思うんです。皆さんはどう考えますか？僕もいつも考えます。今はいい。喋れてる。ね。再生回数取れてる。ね。あっちゃんの YouTube 大学面白い。ね。言ってくれてありがとうございます。でももしかしたらいつか喋れなくなる日が来るんですよ。エクストリーム。はい、何だっけ。老人と、すいません、ちょっと止めてください。こんな日が来るのは間違いないんです。そうなった時に僕がもうダメだというのか、それともそういうのも人生だというのか、ライオンの夢じゃなくてマノーリンの声、それが聞こえてたらな、そんな風にも僕は思いました。老人と海、面白いと思います。ではまた。